皆さん、こんにちは。うさぎちゃんの日本語ポッドキャストへようこそ。店長のうさぎです。こんにちは、常連の拓也です。うさぎ店長、今日はどんなお話をするんですか？はい、今日は日本が世界に誇るオタク文化についてです。いいですね。僕もアニメが大好きなんで楽しみです。そういえば、オタク文化っていつからあるんですか？いい質問ですね。実はオタク文化には40年以上の長い歴史があるんですよ。オタクという言葉が生まれたのは1983年だと言われています。へえ、40年以上前ですね。最初はどんな意味だったんですか？もともとオタクは日本語であなたの家やあなたという丁寧な呼び方です。アニメや SF が好きな若者たちがイベントでお互いをオタクはどう思いますかと丁寧に呼び合っていたんです。それを見たあるライターさんが彼らをオタクと呼ぼうと書いたのが始まりだそうです。丁寧な言葉から生まれたのは意外ですね。当時は何が人気だったんですか？機動戦士ガンダムや超時空要塞マクロスなどのロボットや宇宙の物語が爆発的に人気でした。ファンの熱気はすごくて、自分たちで漫画のイベントのコミックマーケットを大きくしていったのもこの時期です。90年代はどうだったんでしょうか？90年代で一番大きな出来事は1995年の新世紀エヴァンゲリオンの放送です。拓也さんは聞いたことがありますか？はい、有名なアニメですよね。この作品はただのロボットアニメではありませんでした。自分は何者かという難しいテーマがあったので、大人たちも夢中になって議論したんです。これが社会現象になりました。アニメが子供のものから大人のものに変わった時期なんですね。その通りです。この頃から深夜アニメという大人が夜に見るためのアニメも増えていきました。夜に見るアニメが楽しみだったのを思い出しました。2000年代に入るとオタク文化のイメージがガラッと変わります。きっかけの一つは電車男という物語です。ドラマや映画になった話ですね。そうです。一人のオタクの男性がインターネットの掲示板で仲間に励まされながら素敵な女性に恋をするお話です。これを見て多くの人がオタクって実は純粋で一生懸命な人たちなんだなと好意的に見るようになりました。秋葉原が有名になったのもこの頃ですか？はい、メイドカフェができたり AKB48 のようなアイドルが誕生したりして、秋葉原は世界一のオタクの街として観光地になりました。そして最近ですね。今はもうオタクじゃない人を探す方が難しいくらいです。本当にそうですね。2010年代からは SNS が広まって自分の好きなものを世界中に発信できるようになりました。鬼滅の刃や呪術廻戦、新海誠監督の映画などが大ヒットして、オタク文化は日本の誇りになりました。最近はオタクという言葉より推し活という言葉をよく聞きます。そうですね。オタクという言葉には昔少し暗いイメージがありましたが、今は何かに夢中になれるかっこいい人というイメージに変わりました。世界中の人が国境を越えて同じアニメやゲームでつながれるなんて素敵な時代ですよね。世界共通のものになりましたね。こうして振り返ってみると、オタク文化はたくさんの人の好きという気持ちが積み重なってできてきた歴史なんです。最初は小さなコミュニティだったのに、今や世界中の人を笑顔にしているんですね。歴史を知るともっとオタク文化が好きになりました。それは嬉しいです。最初はアニメが好きな人をオタクと呼ぶようになりましたが、今はゲームやアイドルが好きな人もオタクと呼んでますよね。ええ、大きく分けて4つに分かれていますね。1つ目は先ほど紹介したアニメと漫画です。これは一番有名ですね。そうですね。日本の漫画やアニメは子供だけでなく大人も楽しめるのが特徴です。ストーリーがとても細かくて感動するものが多いですよね。今はスマホで簡単に見たり、動画サイトで見たりできるので、さらにファンが増えています。なるほど。物語に夢中になる人が多いんですね。では2つ目は何ですか？ 2つ目はゲームです。ゲームもオタク文化なんですね。はい。昔は家で一人で遊ぶイメージでしたが、今は違います。
スマホで友達と一緒に遊んだり、インターネットで世界中の人と対戦したりします。最近は e スポーツといってスポーツのように大きな大会も開かれているんですよ。みんなで盛り上がれる趣味になったんですね。では3つ目お願いします。3つ目はアイドルと声優です。最近は VTuber も大人気です。私の友達もよく推しという言葉も使っています。その通りです。推しというのは自分が一番応援している人のことです。ライブに行ったりグッズを買ったりして応援することを推し活と言います。キャラクターの声を出している声優さんやアニメの姿で配信をする VTuber さんもたくさんのファンに愛されているんですよ。応援することがオタク文化の大きな楽しみなんですね。最後、4つ目は何でしょうか？最後は同人とコスプレです。これは自分で作る文化のことです。自分で作る？はい、好きなアニメの物語を自分で新しく書いて本を作ります。これを同人誌と言います。コスプレは？コスプレはキャラクターと同じ服を作って着たりすることです。公式から出されたものを楽しむだけじゃなくて、自分たちも参加してみんなで文化を作っているのがすごいところなんです。なるほど。見るだけじゃなくて自分で作るのもオタク文化の大事な一部なんですね。その通りです。アニメ、漫画、ゲーム、アイドル、声優、自分で作ること、この4つが合わさって今の楽しいオタク文化ができています。自分の好きなことに一生懸命になるって素敵ですね。本当ですね。あと最近街を歩いているとバッグにたくさんの缶バッジをつけた人やアニメの舞台で写真を撮っている人をよく見かけます。あれは何をしているんですか？いいところに気づきましたね、拓也さん。まさにそれが推し活と聖地巡礼なんです。今の日本のオタク文化を語るには欠かせないキーワードですよ。詳しく聞きたいです。さっき少し紹介した推し活についてもう少し詳しくお話ししましょう。推しというのは自分が一番好きでみんなにおすすめしたいキャラクターや有名人のことですよね。具体的にはどんなことをするんですか？いろいろありますよ。例えばグッズを買います。他にも缶バッジやアクリルスタンドを集めます。僕も缶バッジ買ったことあります。他にはライブや握手会に行って直接応援します。あとは推しの誕生日をお祝いするんです。ケーキやグッズを並べて祭壇という飾り付けをして写真を SNS にアップするんです。祭壇、それはすごい情熱ですね。そうなんです。推しが頑張っている姿を見て自分も元気をもらう。そして推しがもっと有名になるように応援する。この双方向の愛が推し活の楽しさなんです。応援されると嬉しいですよね。最近は推しのイメージカラーの服を着たり飲み物を飲んだりするのも流行っていますよ。ではもう一つの聖地巡礼は何ですか？もともと聖地巡礼は宗教的に大切な場所を訪れることですが、オタク文化ではアニメや漫画のモデルになった場所を訪ねることを言います。映画のシーンと同じ場所で写真を撮ることですね。その通りです。例えば有名な作品だとスラムダンク。名作ですね。何度も見ました。鎌倉にある江ノ電の踏切は世界中からファンが来る有名な聖地ですね。君の名はも有名ですよね。映像が美しかったな。東京にある菅神社の階段、映画のラストシーンに出てくる場所ですね。あとラキスタに出てくる埼玉県の鷲宮神社、ここは聖地巡礼ブームの先駆けと言われています。実際に行くとどんな気持ちになるんでしょうか？まるで自分もアニメの世界に入り込んだような不思議で感動的な気持ちになれるんです。ここでキャラクターが笑っていたんだなぁと感じるだけで、その作品がもっと大好きになります。聖地巡礼に行くとその町の人たちも喜んでくれそうですね。そうなんです。これをきっかけにアニメと町が協力することが増えました。町のお店にアニメのポスターが貼ってあったり、限定のメニューがあったり、オタクの皆さんがマナーを守って観光することで町が元気になっていく。これも素晴らしい文化の形ですよね。
自分の好きという気持ちが誰かを応援したり、どこかの街を元気でしたりする。オタク文化ってとてもポジティブなものなんですね。本当にそう思います。自分の推しのために頑張る力は毎日を楽しくする魔法のようなものですね。嫌なことがあっても推しに助けられると友達が言っていましたよ。拓也さんは行ってみたい聖地はありますか？僕は大好きなスポーツ漫画のモデルになったスタジアムに行ってみたいです。いいですね。そういえば SNS でオタクの皆さんの投稿を見ているのですが、時々意味がわからない言葉があるんです。わかります。推し活の世界には独特で面白い言葉がたくさんありますからね。今日は特によく使われる5つの言葉をクイズ形式で紹介しましょう。おー、クイズですか。面白そでは第1問。拓也さん、沼にはまるってどういう意味だと思いますか？う。泥の深いところに入っちゃうことですよね。危ないイメージですが。推し活ではその作品や人のことが大好きになりすぎてもう抜け出せない状態を言います。そこが見えないほど深い魅力があるという意味なんですよ。なるほど。最近アニメの沼にはまっちゃってみたいに使うんですね。その通りです。一度入ったら最後楽しくて自分から出たくなくなるのが沼なんです。面白い表現ですね。第2問です。尊いという言葉。本来は神様や仏様のように価値が高いという意味ですが、オタクの皆さんはどう使っているでしょう？素晴らしいということですか？正解に近いです。でももっと強い感情です。好きすぎて美しすぎてもう神様みたい、ありがとうと感謝したくなるような気持ちの時に使います。推しがレラオで写っている写真を見たときに、尊いって言うんですね。そうです。あまりにも尊い時は言葉が出なくて語彙力が死んだなんていうこともありますよ。言葉の使い方うまいですね。第3問。供給です。普通は電気やガスなどで使う言葉ですよね。推し活での供給は何をくれるんですか？それは新しい情報です。新しいアニメの放送、新しい写真、新しいインタビューなど公式から出るすべての新しいものが供給です。じゃあしばらく新しい情報がないときは？供給がなくて干からびそうなんて言ったりします。ファンにとって新しい情報は生きるためのご飯や水と同じなんです。なるほど。第4問です。布教はどういう意味でしょう？これは宗教の言葉ですよね。教えを広めるような。はい。推し活では自分の推しの良さを友達に教えてファンを増やすことを言います。友達にこのアニメ面白いから見てと DVD を貸したりするのは布教活動なんですね。そうです。布教が成功して友達がその沼にはまってくれた時は最高に嬉しい瞬間なんですよ。この前僕も友達に布教されていました。最後です。箱推し。これはどんな応援の仕方でしょうか？箱を応援するんですか？惜しいです。箱というのはグループ全体のこと。つまりグループの中の誰か一人ではなくメンバー全員が大好きで応援しているという意味です。5人組のアイドルグループなら5人全員を応援するのが箱推しなんですね。その通りです。みんな仲良しなのが尊いと感じる人は箱推しになることが多いですね。うわー、面白い言葉ばかりですね。普通の日本語が推し活の世界では全然違う熱い意味になるのが面白いです。そうですね。これらの言葉を使うことでファン同士はもっと仲良くなれるんです。拓也さんも何か尊いと思うものは見つかりましたか？うさぎ店長が作るパンが尊いので友達に布教しておきます。あら、嬉しい。ありがとうございます。皆さんの国では日本のどんなアニメやゲームが流行っていましたか？あなたの推しもぜひ教えてくださいね。それではまた次回のポッドキャストで会いましょう。さようなら。